今日ね2人に集まってもらったのは、どうしても、この場を借りて伝えたいことがあって。どっか行くん？俺26年間実は2人に言えてないことがあって、俺実はゲイなん。知っとるわ。それ5年ぐらい前から知っとるわ。なんで今更やねん。俺言った、カミングアウトしたっけ？大家族防災助の三男の右京とご覧のいびきと6男のアブです。で、今回の動画は前回出した LGBT の動画がすごい反響で、視聴者の皆さんからたくさんのコメントと、その LGBT の動画出してくださいっていうコメントもたくさんいただいたので、今回は第2弾ということで、実はいぶきと青葉にはカミングアウトしてないんだけど、 LGBT に対していぶきと青葉もちょっと気になることがあると思うんで、そういうのを改めて3人で話してみたいと思います。それからインスタグラムで皆さんに LGBT に関する気になることやわからないことの質問を募集したんですけど、たくさんのコメントをいただいたので、その中の多かったコメントから答えていこうかなと思います。いこういこう。さっきも言ったけど、俺ってカミングアウトしたんかいね、2人に。いや、俺は直接カミングアウトはされてなくて、俺もされてないね、兄弟を通して俺は知ったから。俺もゲイそうだったの？そう。俺は14歳だったね、その時知ったのは。俺も高校生みたいな。でもイオリには直接カミングアウトしたんでしょ。そうだね、兄弟で唯一よりだけにカミングアウトしたんよね。なんで俺らにはしてくれなかったの？じゃあカミングアウト。なんでだったかいね。なんか、俺らって男兄弟の家族じゃん。正直俺以外みんなサッカーしとったじゃん。俺もちょっとやっとったけど、正直全然サッカーとか興味なくて、俺はもうちょっとなんかダンスとかピアノとか、セーラームーンとかに興味あったでしょ。そういう方が楽しかったよ。じゃけちっちゃい頃から男兄弟のみんなとは俺なんか違うなっていうのをずっと思っとったけで、それで俺がなんかそのセーラームーンとか見たり、お邪魔女ドレミとか見よったらさ、特にその上の兄弟の有馬とかオリトにめっちゃバカにされとったよ。で、お前こんなんに興味あるみたいな。で、そういうのがちっちゃい頃からあったけ、男兄弟にカミングアウトするのはちょっと自信がなかったよ。なんか言われるっけ。そうだけ昔からそうやってティージングされとったけさ、男兄弟に。よりには絶対にされんかったよ。いじられると思ってそう。バカ私は嬉しかったもん、一緒にピアノ練習してくれるそう弟がおって妹おらんかったけどさ、そう俺おってよかったで、そういうのもあって、よりにはカミングアウトしやすかったけど、男兄弟にカミングアウトするのは正直ちょっと勇気がなかった。その否定されたらどうしようって思っとったけど、ずっと、俺のことがゲイって分かってどう思った？最初は俺はなんか信じんかったけど、それも俺が思っとったゲイとなんかそのウックンの態度というか、ウックンそんな感じじゃなかったけ、なんか分からんかった。あおちゃんの思っとるゲイはどんなのだったの？なんかもっとめめしいというか、女っぽくて、なんかもっと男がめっちゃ好きみたいな。メディアに出とるようなお姉系だと思ってたんでしょ。そう俺もそのお姉キャライコールゲイだと思っとった。そういう認識だったね。俺もウックンがゲイって知った時は結構ショックで、っていうのもウックンが高校時代の時はウックンも可愛い彼女もおったし、憧れの存在でもあったけど、でも別に知った後は何とも思わんかったよね。そっから別に何も変わらんかったけそう、ど、ゲイと思ってうわ嫌だと思わんかった。思わんかった。いや、多分兄弟だったっけかな。何とも俺は思う。じゃあ俺もカミングアウトすればよかったわ。そう。絶対なんかキモとかなんかネガティブに捉えられると思った。ウックの性格上多分そんな反応しなかったと思うけど、俺らは。なんでそんなすぐ受け入れてくれたの？思い返せばなんかあったよ、いろいろと。ウックンがなんかゲイかもしれんっていうやつ。なんで？例えばなんかウックンの部屋に行った時にタンスの上になんか写真があって、多分修学旅行かなんかの写真で、ウックンがなんかピンクのパンツ一丁で布団のところになんかこんなみたいな、こんな写真があって、うわ何これ、俺も冗談だと思って。冗談だと思ってたけど、そういうシーンを何度も見てきた。そこでなんか一致したよね。そう、ちょっと一致あ、した。そういえばウックンってそうは何もないことはなかったな。思いでもその俺がカミングアウトするまで俺のことをゲイって疑ってはなかった。なかったね、別に。ゲイっぽくなかったし。ゲイイコールオカマだったっけ？それはそう思ってウックンで高校時代の時とか彼女おったよ。おった。ウックンはいつからゲイになったの？いつからとかはないよね。やっぱり小さい頃から自分はその比べる男兄弟がいっぱいおったけ、俺はもう全然違うなっていうのは思っとったよ。女の子が好きそうなものばっかり好きだったし、でもこの家族と生活しとったり、その小学校に上がっていろいろ男女で差別されるじゃん。男の子は黒いランドセルを使って、女の子は赤いランドセルを使ってみたいな。社会が男はこうするべき、女はこうするべきっていうのを。ウックンはレインボーのランドセル欲しかったもんね。いやレインボー欲しかった。でも別に黒のランドセルでよかったけど、
でも例えばセーラームーンの人形を持っとったらバカにされたりとかそれは俺が男じゃけってセーラームーンが好きでもいいじゃん。本当の自分を隠さんといけなかったよ。本当に自分が好きなのはセーラームーンじゃけど人の前ではウルトラマンが好きって言おうとか、そういうのを隠しながら生きていかんといけなかったよね。で中学校に上がって初めて彼女ができたんだけど、その時も、自分がゲイだとはもちろん思ってはないよ。自分がちょっと違うなとは思ってたけど、その時気になっとった女の子、今考えてみるとどっちかというと友達として好きだ、すごい好きとか人間としてすごい好きだったんだけど、その時はやっぱ恋愛感情が分からんけ、あこの好きっていうのは本当に恋愛感情が好きなんだなっていう感じ。別に男にはなかった男にはね特になかったよその時は。なんかその友達に対して嫉妬したりとかあったで、実際彼女は作るんだけどやっぱりなんか長いことね続かんのよ。でそれでやっぱり自分は違うんかなってなんか自分にショック受けて、あ俺はバイなんだろうなとか、俺のこういう気持ちは一時的なもんで絶対女の子また好きになれるだろうみたいな感じで思っとったけど、これが本当の足よ。男が大好き俺がゲイって分かってからゲイに対する印象は変わった？変わった変わったよ確実に。その最初はお姉がゲイと思ってたじゃん。それからどう変わった？全然お姉じゃなくてめっちゃ男だけど実はゲイみたいな人とか、まあゲイだけじゃなくてもね、その LGBT のレズビアンでもトランスジェンダーでも、みんな同じ人ってことでしょ。そう、性別って目に見えんじゃん。社会の言う性別はさ、男と女しかないじゃん。それはでも体のパーツなだけであって、自分が思ってる性別は当てはまらんこともある。LGBT の人は特にその性表現が大胆な人がおるんよ。例えばそのお姉とかだったりフェミネンな人はさ、その自分の性表現がすごい大胆なのよ。その女装家とかね、自分は男じゃけど女性の性表現をしたりするじゃん。でも別に男が好きだし大人になりたいわけじゃないけどそういう表現をしたり、でも中には男の格好をして仕草とか別に女の格好をしたいわけじゃないけどただ男が好きっていうのもいろいろある。その性自認と性思考で、その性自認は自分の性別、自分を男だと認識してる。じゃあ俺ら全員性自認は男で一緒ない。男でも性思考って言ってそのどの性別を好きになるかで、2人はその性思考は女でしょ。で俺は性思考は男なんで、その性思考がない人だったり、自分は男だとも女だとも思ってる人もおったり、バイセクシャルみたいに男と女どっちも好きになる。そうでそれが LGBTQ プラスでどんどんあるわけ、いろんな性がね。そうやって男と女だけで決めれんのよ。性っていろんな性別があっていろんなその性自認性思考がある。そうだね、うっくんのっていろんな性があるわけだけど、見た目では判断できんかったりとか分かったけ、その LGBTQ の人に対する印象は俺はマジで変わったと思う。俺のうっくんに対する素朴な質問なんだけど、うっくんはフォーサイス家の子孫繁栄を促すことはできる？そんなじゃけ子供が作れるかってこと？そうそう、簡単に言えばそう作れるで、結婚もできるし、日本はね都市によってまたパートナーシップ制度があったりなかったりで、北海道って確かあれよね。結婚は日本はまだパートナーシップ、国によって違うけどオーストラリアも結婚もできるし子供も作れるけ、そのカップルによってじゃけど養子を取ったりだとか代理出産だったりとか、いろんな方法があるけ、実際に俺の友達で赤ちゃんがおるカップルもいっぱいおるし、割とオーストラリアはノーマライズされてきた。じゃあうっくんが子供欲しかったら、そうじゃけ俺は別に恋人もおらんけさ、子供欲しいとかは全然思わんけど、子孫繁栄を促せるよ、フォーサイス家。おい、レッツゴー。ゲイじゃけって子供が作れんとかっていうのは語弊、その人の意思で作れる。この間ね YouTube の動画でうっくんにがゲイとか言ったりしとったやん。あの動画のコメントでなんかあまりゲイって言わないでくださいみたいなね、コメントも来とったんだけど、それでゲイって言われたりするのって傷ついたりするの？俺は傷つかんけど、でもなんか例えば10年前の自分の性に悩んどる時はすごい気にしとった。誰かからゲイだと思われるのがすごい嫌だったけ。なんでって言ったら自分のゲイっていうのを認めてなかったけ。ゲイって思われるのも嫌だったし、自分もゲイに対してネガティブな印象があったけで、やっぱり俺がカミングアウトできたのはその自分がゲイであることに自信が持てたけね。でもやっぱりカミングアウトできん人もおったり、自分の性を認めれんかったりする人もたくさんおるけ。じゃけいぶきもじゃけその外に出てゲイっていうのは間違ってます。そうだよね、間違いない。 YouTube でウックに対して言うのがいいんですよ。YouTube でもそういうコメントが来たってことはそれを見て
嫌だなって思っとるってことじゃけ、その私生活で俺に言うのは全然問題ないけど、不特定多数の人が聞く場所では控えた方がいいかもね。気をつけまする。じゃあ今から、インスタグラムで視聴者から集めてきた LGBT に関する質問とかをふっくんに聞きたいと思います。 OK。 じゃあ最初の質問が、うんアタックの仕方で、うっくんはそのアタックするときに相手がゲイって分かってアタックする、それともゲイって分からんくてもアタックする？俺は分かってないと絶対アタックせんだって怖がらせたくないし、だから自分も傷つきたくないし、でも大体分かるのもあるけど、どっかで確認する。どうやって？その出会い系アプリがすごい充実しとるよとか、友達が行くパーティーとかに、コミュニティとか。そうコミュニティがあるけ、その誰かのパーティーに行けばそこに100人ぐらい違うゲイの人がおるけ、その出会いはすごい簡単で、多分ストレートより簡単に出会えるんじゃない？その友達がおらん人とかはだいたい出会い系アプリを使って自分の気になる人とデートしたりとか、やっぱゲイの人ってやっぱ仕草でわかる。まあ分かりやすい人と、ゲイの人ってあれでしょ、女を見るんじゃなくて男を見る。そうじゃけんね、俺の見分け方は、俺のことを3秒見るやつは大体ゲイストレートの男って女の子見とるけ目合わんのよ全然。でも俺は男しか見てないけ、逆に。で俺に興味がある人3秒ぐらい会うけで、それ誰かと3秒ぐらい会ったら、あれいけんじゃねってなってパーティーでそうやって話しかけに行って、わかるね。でそれで大体わかるね。ゲイレーダーがそこら辺で反応する。それ面乳白い。首がね。じゃあ次の質問です。 LGBT のカップルって性別同じだけど女側とか男側ってある？彼氏側、彼女側みたいな。ねそういうこと立ちってこと？トップはボトム。なんでそんな知っとんで俺が嫌なのは、男側とか女側とかあるんですかっていう質問はちょっと困る。なんかどっちも男側じゃけ女側はないけど、でも多分そういうカップルもおるとは思うけどね。その男側と女側がで成立しとる同性のカップルもおるかもしれんけど、その同性愛のカップルに男側と女側があるっていう風に思っとるのは、間違い。みんながみんなそういうわけじゃない。男側女側って聞くのはちょっと偏見。必ずしもそういうわけじゃないけど、いろんなさカップルがおるけど、あんま聞かん方がいいよね、そういうのはやっぱり。なんじゃけ俺はあんまり嬉しくない。そうやって聞かれるとなんか困る。そういう話はね割とタブーかな。で、いぶきは猫でしょ。にゃんにゃん。黙る。次の質問は、ゲイコミュニティとかでなんか大変なことってある？ゲイで。ゲイコミュニティで回りそうだ。いっぱいあるよ。そうネチネチの話しか聞かんけど私。結構ね女の子よりネチネチしとったりするけで、あとなんか大体まともそうなんだよ。結局はだからどっかでつながるんよね多分知らんけど繋がってそう、こいつのこと知らんけどもうどっかでつながる。そう意味が深い。深い。深いやばい、何言ってもそっち。例えば俺がこいつとデートしたんじゃって言ったら、その人のことを知っとったりするよみんな。それぐらいみんながみんなを知っとる。嫌だよね。そう、それがすごい嫌だ。じゃけなんかあんまり友達に自分がデートしとる人とかを言いたくない。知る系。なんか知りたくないじゃん。でもそういうの多い。もう一つインスタからの質問があったのが、ゲイの友達がおる人が言葉で傷つけてしまわないかっていうので、いつも心配になってかける言葉に困ります、どうすればいいですかっていう質問があった。一番嬉しいのはゲイじゃけってそうやって特別扱いしてこんでほしい。で普通に接してほしい。じゃけそうやってどんな言葉をかけたらいいのか心配って思ってくれるのは嬉しいんだけど、なるべくそのストレートの人と変わらん対応でしてくれたらいいかな。そうだからじゃけカミングアウトされた時にどうしよう、どんな対応したらベストじゃろうと思わずに、普通のようにそうなん接してくれればいいと思うよ。傷つく言葉ってそんなにだって、そんなにない。偏見さえなければ。ギョギョギョとか言われたら嫌よね。ギョギョギョってやったら嫌だ。うざいよ。さかなクンとお前ぐらいギョギョギョって言う。ぐらい。じゃあいぶきと青葉に質問なんだけど、俺たちの動画を見てくれとる人ってストレートの人が多いんよ。でストレートの方がいっぱい見てくれとるプラットフォームでこういう LGBT に関する動画を出すことってすごい重要なんだけど、その2人からそういうストレートの人に対して何かアドバイスとかある？アドバイス。じゃあ俺から。俺もうっくんから直接カミングアウトしてもらえんかったのは昔結構ショックだったんだけど、これから俺も新しい友達ができた時にその LGBTQ の人もいるかもしれないから、その時にその人たちになんかカミングアウトされやすいような日頃からの行動とか言動を意
意識するように心がけていきたいなっていうのはある。 LGBTQ の人たちに受け入れられやすいようなその行動をとっていくことが大事かなって思いまする。じゃあ青はある？うっくんとかなんかもっとゲイの人とかを知る前とかはなんか俺もなんかゲイの人に対してちょっと恐怖心とか嫌悪感があったけど、そのもっといろんなゲイの人たちとかを知ることによって、自分の持っとる普通はなんか他人の持っとる普通とは限らんけ、なんか自分が知らないことに出会った時にそれになんか偏見を持つんじゃなくて、それに対して興味を持って新しい価値観として自分の中に吸収できたらいいなと俺は思います。マイノリティの人たちの偏見とか差別をなくすにはみんなに知ってもらったり知識を持ってもらうことが一番大事だと思う。だけどこれからもこういう動画を発信できるように頑張りたいと思うので、この動画がいいと思う人はコメント、チャンネル登録、いいねと俺のインスタグラムをフォローしてください。じゃあまた来週金曜日にお会いしましょう。さよなら。 See you later! Catch you later. どう？俺は普通にこう言ってこう。俺はこうやってこれキャッチコン。オッケー。俺と伊吹以外みんなサッカーするでしょ。俺もサッカーしよったぞ。俺ら全員サッカーはしたことあるけど、伊吹はバスケじゃん。じゃあいいよ。言い換える。分かった、言い換えるよ。だけどその何あれ？何 UFO。何あれ？風船でしょ。風船か。だね。なんかプレゼントが浮いとんかと思った。でもゆうきはやっぱり猫でしょ。にゃんにゃん。俺は俺たち。